いつからかリーウェの武装戦隊南十字の旗艦市長聖号から潮風に漂う草笛の音が聞こえるようになった。音をたどって見張り台を見上げれば、風を感じながら草笛を吹く異国の若い武士の姿が見えるはずだ。彼の素性を知る者は少ない。船員に尋ねても、稲妻から来た見習い船員楓原和葉とだけ答えるだろう。雨降る風の中、刀を持ちて裸足で歩く。周りから若く見られる彼だが、並外れた剣術を扱う浪人であることを人々は知らない。楓原和葉は風元素の力でチームに元素ダメージボーナスを付与する。また自身の元素スキルにより落下攻撃で敵を集めチームをサポートすることができる。風に乗る落ち葉は羽のように軽く、刃のように鋭い。楓原和葉がチームにいる時、チーム内のキャラクターがダッシュに消費するスタミナを減らすことができる。楓原和葉の通常攻撃は最大5段の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃はスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つことで敵に物理ダメージを与える。空中にいる時に攻撃ボタンを押すと、落下攻撃で経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。元素スキルちはやブルを短く押すと、飛剣を振るい敵と物体を引き寄せる。その後範囲内の敵をノックバックし、風ダメージを与え、気流に乗って空中に舞い上がる。ちはやブルによって空中に舞い上がった後の一定時間、より強力な落下攻撃乱れ乱山を放つことができる。この時落下攻撃は風ダメージへと変わり、落下時に小型の風穴を生成して近くの敵と物体を引き寄せる。これを利用すれば分散した敵を一箇所に集め、チームのサポートが可能だ。また短く押すちはやブルは空中でも発動できる。これを使えば探索もよりはかどるだろう。ちはやブルを長押しすると、短く押した時よりも広い範囲により高い風ダメージを与える。天賦総門憲法解放後、ちはやブルの発動時に水、炎、氷、雷元素と接触した場合、ちはやブルの落下攻撃乱れ乱山に元素変化が起き、該当元素の追加ダメージを与える。一度のちはやブルで元素変化は1回のみ発生する。雲隠れ借りなく時、元素爆発を発動すると、我流の奥義で嵐のような一振りを繰り出し、風範囲ダメージを与える。太刀風は流風集夜と呼ばれる領域を作り、中にいる敵に風ダメージを一定間隔で与える。流風集夜の継続中、水、炎、氷、雷元素に接触すると、接触した元素を獲得し、該当元素の追加ダメージを与える。この元素変化はスキル継続中に1回のみ発生する。流風集夜領域を使い、効率よく敵に元素を付着させ、チームをサポートするといい。風吹けば葉は散りゆけど秋来たる。楓原和葉が拡散反応を起こした後の一定時間、自身の元素熟知を基準にチーム全員の該当元素ダメージをアップさせる。この方法で獲得した異なる元素ダメージアップ効果は共存する。
数々の山や海を越えてきた彼はあらゆる事象の変化に鋭い。予期せぬ状況に陥っても風元素の力を巧みに使いチームをサポートすることだろう。戦闘中味方と協力することで敵に元素を付着させる。その後元素スキルで敵を集め強力な落下攻撃を敵に見舞うといい。そして天賦風物の詩吟の効果により味方の元素ダメージをアップしチームを強化する。元素エネルギーが溜まったら元素爆発で流風集野領域を生成する。この領域で元素反応に適した場を整え味方の力となろう。自らの道を抱き四方をさすらう。若き浪人が故郷を離れたのは過去を断ち切るためではなくさらなる希望を求めるためだ。その中で雪、雨、風、雷、これらすべての自然が彼とつながりを持ち人々と出会うきっかけとなっている。神の掟に背いた先は茨の道に違いない。だがたとえゆらゆらと落ちる楓の葉でも怒涛の雷に抗い強き風と共に海を渡ることができるだろう。